Would you like coffee or tea? Americano or espresso? I don't know how I can espresso all my feels. We can take in the sun. I think it'd be fun, even if it rains tomorrow. Right now it's so weird. So who are you? What do you like to do? Who are you? What is your favorite season and hue? Let's take a trip out to LA. We can chill, we'll get crazy. It doesn't really matter to me. I just need you. We can see midnight in Paris. Then we kiss under the moonlight. Or ride a ferry to the city. This feels right. So who are you? What do you like to do? Who are you? What is your favorite?はい、どうもこんにちは、ゆかりです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけでですね、買ってまいりました。ユニクロニードルズ。なんかニードルズコラボしますって聞いたときは、めちゃめちゃ懐かしいなと思ったんですけども、一番流行ってたのっていつぐらいですかね。私が大学生ぐらいの時とかですかね。とりあえずは系統違うので買ったことはなかったんですけど、なんか懐かしいなと思いつつ、ちょうどですね、私冬に着る部屋着、こういう部屋着系ですねが去年断捨離しててなかったので、これはちょうどいいタイミングだぞと思って買ってまいりました。3着です。で、まず、こちらからいきますかね。このカーディガンですね。フリースのオーバーサイズカーディガン。これは私身長157センチで S サイズを購入しましたけれども、これは私実は試着 S、M、L 全部試着をした結果 S にしたんですけども、やっぱりどうしてもこのフリースがめちゃめちゃ着膨れするという事態に陥りまして、試着をして、グレーはまだマシなんですけど、ベージュとかだとやっぱり M とか
L を着るとですね、めちゃめちゃもう着膨れしてクマさんみたいな感じになっちゃったので、これはちょっとどうかなと思って、まあ S サイズにしました。S でもまあ全然ちょっと大きめ。大きめっていうほどでもないかなって感じは個人的にしておりますけど、もうちょっと大きめで落ちてる方がデザインとしては好きなので、M にしようか悩んだんですけど、やっぱり M だとこれ、フリースがいかんせんかなり肉厚系なので、ちょっとね、太って見えちゃいまして。なので、私今回 S サイズにしたという感じなんですけども、世間的には、なんかこのベージュの色の方が人気なんですかね。なんかでも実物は店舗で見るより結構ベージュな、黄みがかってというよりは、まあブルーも入ってるけど、でも、もうちょっとこうエクリっぽいかなと思いきや意外とベージュでしたね。多分動画だと色味正確にお伝えできないと思うんですけど、結構ベージュだなって私は思いました。そう。でもこれでも十分着膨れしてるなって私は思っちゃったので、なんか去年 GU の V ネックカーディガンとか結構良かったなっていう記憶はあって、ただあれに関しては毛玉がめちゃめちゃできちゃったので、ちょっとまあめんどくさくなって断捨離しちゃったんですけど、でもこのフリースもどうなんでしょうね。ユニクロのフリース私着るのもめちゃめちゃ久しぶり。なんならもう20年ぐらい着てないかもしれない。学生の時はなんか着てた記憶あるんですけど。ぐらいなので、めちゃめちゃ久しぶりのフリースなので、なんか毛玉ができるかどうかすら想像がつかないんですが、でもなんかやっぱりちょっとできそうな感じはしますよね。毛玉ね。っていう感じなんですけど、とりあえずベージュとグレーを購入しました。まあ、パープルとかもね、悩んだんですけど、部屋で着るので、まあもう落ち着いた色にしようということで、ベージュとグレー。個人的にはグレーの方が好きかもしれないです。この落ち着いたブルーグレーね。こういう色大好き。なので、こういういつものベーシックなトップス。これ最近お気に入りのユニクロのトップスですけど、にいつものロングスカートで、まあこれを羽織るのが部屋着としての最強スタイルかなと。だいたい私このスカートの下のインナーにヒートテック、極暖のヒートテック着ちゃえば、まあ部屋だったら全然冬でもね、大丈夫かなと、都内であればっていう感じなので、それで過ごそうかなと思ってたんですけども、とはいえ結構真冬になってくると足元寒かったりするので、パンツもちょっと試着してみるかっていうことで、試着してみたら意外と良くて、これが私結構びっくりだったんですけど、ちょっと着てみるとこんな感じでございまして、なんか公式のサイズが股下70になってたので、さすがに股下70ってめっちゃ長いなって私の身長だと思うので、スルーかなって思ってたんですけど、足元にこのドローコードがついてて、それがこう履いた時に、ここに結構溜まる感じが可愛いなと思って。なんか個人的にはこういう着方ができるならいいなと思って購入しました。これドローコード絞らなかったら結構こう足ついちゃうんですけど、絞ると意外と大丈夫だなと思って、で購入しましたね。しかも絞った方がなんかまだスタイルよく見えるという、まあ部屋着なんでどっちでもいいんですけどなんか絞った方がテンション上がると思って、これ絞っていきたいなと思って購入しましたね。いや、パンツ、これめっちゃあったかい。もうぬくぬくですね。だいぶゴボゴボしてる感じはあるので、なんかこう中インしてバランス取らないと、もう着膨れしまくりだなっていう感じはあるんですけど、でもこれめっちゃあったかくて、今の時期だとこれまだ暑いかもしれないぐらいあったかいですね。ぬくぬく。これは真冬にいいと思って買っちゃいましたね。でもこれ商品名ワイドパンツってあるんですけど、そんなにワイドな感じはしないですけどね。テーピングとかね、ちょっと太めなのでカジュアルダウンに若干見えるかなと思いつつ、でもこのテーピングがあるからなんかシルエットフリースでもヘニャヘニャしないんでしょうね。なんか非常に落ち感が綺麗な気がしております。フリースパンツなのに落ち感っていうか、シルエットが結構こうスンってなってる気がしますね。という感じでございまして、私意外とカーディガンよりパンツの方が気に入っております。もうここ数年ロングスカート面で生活しておりますけども、とはいえちょっと冬の間は寒すぎて、
こういう去年も多分モコモコしたパンツ下に着てロングスカートとかが結構多かったかなっていう感じもあるので、こういうモコモコパンツなんだかんだ着るんですよね。ということもあり買いました。いやー、いい。でもなんか個人的にこれを上下で合わせると結構やっぱり私の身長だと部屋着感がめちゃめちゃ出ちゃうので、長身の方だったらいいと思うんですけどね。とか男性とかねだったらいいと思うんですけど、身長157センチだとどうしてもね、なんかフリースかけるフリースだとちょっとやぼったくなりがちなんですが、でもなんか合わせてみると意外といい感じな気はしております。ちなみにこのネックレスは私20年ものづくりをしておりまして、クリスマス前まではいつものこのコインネックレスの価格で短いチェーンをお付けするっていうことをしておりまして、よかったら概要欄からご覧いただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。みたいな感じで、私はだいたいこうやってシンプルな服にジュエリーを足して楽しむという感じで過ごしておりますので、なんかめちゃめちゃいいお買い物をした気がします。3990円ってもう最近高いのか安いのかユニクロだとちょっとよくわからないラインになってきましたが、でもこれなら3990円十分安いですよね。でも一つ私難点がありまして、なんか冬の部屋着断捨離しがち問題があって、それなんでかっていうと、やっぱり冬終わって春ぐらいに断捨離、その前のシーズンの断捨離を結構することが多いんですけど、なんで断捨離するかっていうと、体積があって邪魔だなって思ってしまうことが非常に多くてですね。なのでやっぱり冬物めちゃめちゃ断捨離しがちで、多分めっちゃ数年前とかに一回ジェラピケとか一時期着てた時期もあるんですけど、それもう体積が広がりすぎるからもう部屋着っぽい服はいらないと思って一回断捨離したことがあって、でもこれ結構部屋着、やっぱり私の中では部屋着感が強いアイテムではあると思ってるので、ちょっと扱いどうしようかなとは思っておりますね。なんだかんだこれ結構体積あるんですよね。私今回3枚買ってきたんですけど、店舗から持って帰ってくる時の体積結構あるんですよね。で、なんか単体だと結構軽いんですけど、これ3つあると結構重いんですよね。なんでなんでしょうね。単体だと結構軽いのになと思いつつ、持って帰ってきて、重いなと思いながら持って帰ってきたので、なんか、やっぱりフリースってかさばるから収納問題結構困るなぁなんてちょっと思ったりしましたね。冬服増やしたくないんですよね。今やっぱりクローゼットの中だいぶすっきりしてきたので、いやーと思いつつ、でもちょっと着るものないしなと思って今回買ったんですけど、でもとはいえ今年の冬もうこれしか着ない部屋ではね、これしか着ないだろうな感は結構ありますね。だいたい私いつも同じ格好してるので、このロングのトップスにスカート履いて、羽織みたいな感じがもう去年もそうだし、一昨年も多分大体そうだったので、もうあんまりテイスト大きく変わることはないだろうなと思いつつなので、最近のお買い物、だいぶしっくりしてるお買い物をしてる気はしてるんですけども、そんなこんなでね、ちょっと収納かさばる問題はさておき、でもなんか、フリース久しぶりなので私は個人的にテンションが上がっております。という感じでございまして、皆さんは今回のコラボ何かお買い物されましたでしょうか？他の人が何買ったかってコメントで見るしか私多分あんまり見ないので、あんまり私ファッション SNS で検索しないんですよね。なんか疲れちゃうからなんですけど、X もあんまり見ないし YouTube もほぼ見ないですし、あんまりファッション系を調べることがなく、YouTube 見るとしたらゲーム実況とか見てるタイプなのであんまり見ないので、他の人何買ってるんだろうっていうのはなんか気になったりはするので、よろしければコメントで教えていただけると嬉しいです。そんなこんなで、冬のお買い物もだいぶ煮詰まってきましたね。とはいえ私動画で紹介しなくて買ってるもの結構あるので、
あるんですけど、多分全部はご紹介しないんですけど、ちょっとかいつまんでまた動画でお届けしたりしつつ、ちょっと今のね、リアルクローゼットとライフスタイルをのんびりお届けしていきたいなと思っておりますので、こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。